みんな、澄んだもんなのだ。今日も元気に行ってみるのだ。今日紹介するのは、南米の国、ベネズエラなのだ。実はベネズエラって、とっても意外な一面があるのだ。なんと、ミスユニバースみたいな美人コンテストで、世界トップクラスの優勝回数を誇る国なのだ。美しさを育てる専門の学校まであるっていうから、まさに、美の大国、らしいのだ。すごいのだ。そんなベネズエラに関するニュースを今日はたっぷり5つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。英国の脅威に直面し、ベネズエラ議会がロシアとの戦略的パートナーシップ条約を承認という記事なのだ。ベネズエラの国民議会がロシアとの戦略的パートナーシップと協力条約を暫定的に承認したのだ。これは防衛やエネルギー、技術など様々な分野で両国の協力を深めるためのとっても大事な一歩なのだ。この条約はまだ詳しい内容が公開されていないんだけど、既存の関係をさらに強化するもので、条約の実行を監督する委員会の設立も提案されているらしいのだ。長年続くロシアとベネズエラの同盟をより強固にして、多極的な世界秩序の実現に貢献するものだと、ベネズエラの議員さんは言っているのだ。これは、平和と主権のメッセージでもあるのだ。この動きの背景には、アメリカからの圧力が増していることがあるのだ。トランプ政権は、麻薬密輸対策と称してカリブ海に大きな海軍を展開し、最近では船を攻撃して17人もの命が奪われているのだ。アメリカはマドゥロ大統領を麻薬テロリストなのだと非難しているけど、国連の報告書ではベネズエラは麻薬生産国ではなく通貨国としての役割も小さいとされているのだ。アメリカが証拠を出していないことも指摘されているのだ。こんな状況でロシアや中国はアメリカの軍事行動を強く批判してベネズエラへの支持を表明しているのだ。ベネズエラ軍もロシア製のスホー ESU-30 MK2 戦闘機なんかも使って大規模な軍事演習を行って防衛体制を強化しているのだ。マドゥロ大統領とプーチン大統領は以前にも10年間の協力協定に署名していて、ロシアの衛星ナビゲーションシステムグロナスへのアクセスも含まれていたのだ。今回の条約はまだ最終決定じゃなくて、これからさらに議論と投票が必要だけど、両国の関係がますます深まっていくのは間違いないのだ。もし今回のニュースが面白かったら、高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあ、この後のニュースも一緒に見ていくのだ。皆さん、今日は南米のカリブ海に面した情熱と豊かな自然にあふれる国、ベネズエラをご紹介するのだ。南米大陸の北部に位置し、一年を通して温暖な気候に恵まれているのが特徴なのだ。首都は山々に囲まれた盆地に広がる活気あふれる大都市、カラカスなのだよ。歴史を振り返ると、かつてはスペインの植民地であり、偉大な解放者シモン・ボリバルによって独立を勝ち取ったのだ。現在は共和制を採用し、独自の社会主義的な道を歩む政治体制となっているのだよ。人口はおおよそ2800万人ほどで、多様なルーツを持つ人々が暮らしているのだ。そして、何といっても世界有数の石油埋蔵量を誇る石油大国として有名で、国の経済は主にこの石油産業に支えられているのだよ。文化的には、ラテンアメリカの陽気さが色濃く、サルサやメレンゲといった音楽やダンスは生活に欠かせないものなのだ。野球も国民的な人気スポーツで、多くのプロ選手を輩出しているのだよ。また、自然も圧巻。ティアナ高地のテーブルマウンテンや、世界最大の落差を誇るエンジェルフォールなど、息を飲むような絶景が広がる世界遺産も数多く存在するのだ。近年は経済的な課題や社会情勢が国際的にも注目されることが多いけれど、人々は明るく、強い精神力で日々の生活を送っているのだ。この魅力的なベネズエラという国に、ぜひ一度思いを馳せてみてほしいのだ。
一つ目のニュースなのだ。ベネズエラのマドゥロ大統領、米国の中南米への強硬姿勢強化を受け緊急権限発動へという記事なのだ。ベネズエラの現状はとっても緊迫しているのだ。マドゥーロ大統領がアメリカの脅威がどんどんエスカレートしているから外部騒乱事態という緊急権限を発動する準備をしているのだ。これは国内の安全や秩序を守るための大切な措置なのだ。ベネズエラ政府の高官たちも賛同していて、国内でも親政府のデモが起きているのだ。アメリカは麻薬密売を取り締まるって言って、ベネズエラ沖にたくさんの兵士や軍艦、原子力潜水艦まで配備しているのだ。カリブ海では麻薬密売船だと主張して、なんと船を攻撃して17人もの命を奪っているのだ。でもアメリカはそれらの攻撃が正当だって証拠を全然出していないからおかしいって声がたくさん上がっているのだ。ベネズエラは麻薬密売には全然関係ないって強く反論しているのだ。アメリカは麻薬対策を口実にベネズエラを軍事的に脅かしているって非難しているのだ。国連の報告でもほとんどの麻薬は太平洋ルートでアメリカやヨーロッパに運ばれているって言っているのだ。実はアメリカのトランプ政権はアメリカファーストっていう新しい戦略で開発援助の予算を削ってベネズエラ、キューバ、ニカラグアみたいなマルクス主義的反米政権に対抗することに力を入れる計画を立てているのだ。これってアメリカが中国やロシアじゃなくてラテンアメリカの国々を標的にしているってことなのだ。こんな状況だからマドゥーロ大統領はトランプ大統領に手紙を送って平和を守ってほしいのだって対話を呼びかけているのだ。国際社会もこの状況を心配しているのだ。中国やブラジルはベネズエラを支持しているし ALBA、ECT っていう同盟もアメリカの軍事力増強は国際的な約束を破るものだって非難しているのだ。2014年にはこの地域を平和地帯にするって宣言したのにアメリカは核兵器を禁止する条約まで無視しているのだ。だからみんなで緊急の会議を開いてアメリカ軍を撤退させるように求めているのだ。ベネズエラの外務大臣もラテンアメリカ、カリブ諸国共同体CLAC、この地域の平和を守るために一致団結してアメリカの攻撃的な軍事行動に反対するよう呼びかけているのだ。みんなで平和を守りたいって気持ちが強いのだ。二つ目のニュースなのだ。マドゥロ氏、トランプへの書簡で米ベネズエラ対話を呼びかけ、麻薬密売疑惑は否定という記事なのだ。ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領がドナルド・トランプアメリカ大統領に手紙を送って平和の維持と対話の再開を呼びかけたのだ。同時にベネズエラに向けられた麻薬密売の疑惑をフェイクニュースだと強く否定したのだ。この手紙は9月6日にホワイトハウスに届けられたもので、マドゥロ大統領はベネズエラが麻薬生産の自由な地域で国際的な麻薬取引で主要な役割を担っていないことを強調したのだ。国連やアメリカ麻薬取締局 DEA のデータを見てもコロンビア産の麻薬のほとんどは太平洋経由でアメリカやヨーロッパに向かいベネズエラを経由するのはごくわずかなのだ。例えば DEA の報告では 10% 未満とされているのだ。マドゥロ大統領はアメリカのホワイトハウス特別特使であるリチャード・グレネル氏を通じて対話を再開する用意があることを伝えたのだ。グレネル氏は以前にもマドゥロ大統領と面会していて対話と外交が紛争を避けるために重要だと話していたのだ。しかしアメリカのマルコ・ルビオ国務長官はマドゥロ大統領に対して強硬な姿勢を取り続けているので対話の道は閉ざされがちなのだ。トランプ政権はマドゥロ大統領の手紙を受け取ったもののすぐに却下してワシントンのベネズエラ政策は変わらないと表明したのだ。そして麻薬密売の疑惑を改めて強調しているのだ。最近アメリカはベネズエラ沖のカリブ海南部へ
4500人もの部隊と軍艦、戦闘機などを展開させているのだ。これは麻薬密売の取り締まりが目的だとされているけれど、法学の専門家たちからは、この軍事行動は国際法や人権法に違反する超法規的殺人にあたると指摘されているのだ。アメリカはマドゥロ大統領の逮捕に5000万ドルの報奨金もかけて、ロス、ソレス、カルテルを運営していると非難しているけれど、その証拠は一切提示されていないのだ。コロンビアやメキシコの首脳も、そのようなカルテルが存在する証拠はないと断言しているのだ。マドゥロ大統領は、トランプ政権内の強硬派が、石油を狙ってベネズエラで戦争を起こそうとしているのだと批判しているのだ。2019年に外交関係を断絶した両国は、現在、アメリカの軍事介入の可能性という、とても危険な状況に直面しているのだ。3つ目のニュースなのだ。英国の脅威に直面し、ベネズエラ議会がロシアとの戦略的パートナーシップ、条約を承認という記事なのだ。ベネズエラの国民議会がロシアとの戦略的パートナーシップと協力条約を暫定的に承認したのだ。これは防衛やエネルギー、技術など様々な分野で両国の協力を深めるためのとっても大事な一歩なのだ。この条約はまだ詳しい内容が公開されていないんだけど、既存の関係をさらに強化するもので、条約の実行を監督する委員会の設立も提案されているらしいのだ。長年続くロシアとベネズエラの同盟をより強固にして、多極的な世界秩序の実現に貢献するものだと、ベネズエラの議員さんは言っているのだ。これは、平和と主権のメッセージでもあるのだ。この動きの背景には、アメリカからの圧力が増していることがあるのだ。トランプ政権は、麻薬密輸対策と称してカリブ海に大きな海軍を展開し、最近では船を攻撃して17人もの命が奪われているのだ。アメリカはマドゥロ大統領を麻薬テロリストなのだ、と非難しているけど、国連の報告書では、ベネズエラは麻薬生産国ではなく、数カ国としての役割も小さいとされているのだ。アメリカが証拠を出していないことも指摘されているのだ。こんな状況で、ロシアや中国はアメリカの軍事行動を強く批判して、ベネズエラへの支持を表明しているのだ。ベネズエラ軍も、ロシア製のスホー ESU-30、MK2 戦闘機なんかも使って、大規模な軍事演習を言って、防衛体制を強化しているのだ。マドゥロ大統領とプーチン大統領は、以前にも10年間の協力協定に署名していて、ロシアの衛星ナビゲーションシステム、グロナスへのアクセスも含まれていたのだ。今回の条約はまだ最終決定じゃなくて、これからさらに議論と投票が必要だけど、両国の関係がますます深まっていくのは間違いないのだ。4つ目のニュースなのだ。ベネズエラ CITGO の裁判所命令売却、判事のエリオット応殺指示で完了間近という記事なのだ。ベネズエラの最も価値ある海外資産、米国にある石油精製会社 CITGO が裁判所命令で強制売却されることになったのだ。これはかつてウゴ・チャベス政権が国有化した資産に対する補償など、ベネズエラ政府への債権を支払うためなのだ。デラウェア州の裁判所は、投資ファンドのエリオット、マネジメントの子会社アンバー、エナジーが提示した80億ドルの入札を承認したのだ。この入札は、取引完了の確実性が高いと評価されたからなのだ。以前はカナダの鉱山会社ゴールド、リザーブが74億ドル、後に79億ドルに増額、で落札する見込みだったけれど、最終的にはアンバー、エナジーが選ばれたのだ。ブルー、ウォーターという会社も100億ドルの高額な入札をしたけれど、資金調達の不確実さから却下されてしまったのだ。売却資金の内訳としては、TDVSA、2020年債という債権の合法性が裁判所で認められ、その解決に21億ドルが当てられる予定なのだ。残りの59億ドルは他の債権者たちに分配されるのだ。
債権者の中ではカナダの鉱山会社クリスタルレックスが2018年に訴訟を起こしてこの売却プロセスのきっかけを作ったのだ。クリスタルレックスには10億ドル、他にもタイドウォーターに8000万ドル、コノコフィリップスに13億ドル、アイグラスに7億ドルなどが支払われる予定なのだ。CITGO は評価額約130億ドルというとても価値のある会社なのだ。イリノイ、ルイジアナ、テキサス州に精製所を持ち、合わせて1日76万9000バレルの処理能力があるのだ。さらに、パイプライン網や4000以上のガソリンスタンドも所有しているのだ。ニコラス・マドゥロ政権は、この裁判所主導の売却を正規の窃盗だと激しく非難していて、この決定に異議を唱えるつもりなのだ。以前、米国が支援する野党が CITGO を管理していた時期には、会社の負債が206億ドルまで膨らんでしまったという指摘もあるのだ。この売却はまだ上訴される可能性があって、完了は2026年以降になるかもしれないのだ。米国政府の承認も必要だし、CITGO の取締役会もこの最新の裁定について上訴すると表明しているのだ。5つ目のニュースなのだ。米国カリブ海で疑惑の麻薬船を攻撃し3人殺害。ベネズエラは DEA の偽旗作戦と非難という記事なのだ。米国がベネズエラの船を攻撃してまた死者が出たのだ。カリブ海でベネズエラの船が米国に攻撃され3人が亡くなったのだ。米国は麻薬を運んでいたと主張するけど、トランプ大統領は麻薬テロリストの船だと決めつけ、船が燃える動画も公開したのだ。でもコカインやフェンタニルが海に散乱していたという証拠は示されていないのだ。トランプ大統領はこれで漁業が打撃を受けたことを認めつつ、麻薬との戦いを陸路にも広げる可能性を示唆したのだ。さらに3隻目のベネズエラ船も排除したって言ってるのだ。最近数週間で米国がベネズエラの船を攻撃してすでに11人が亡くなっているそうなのだ。米国は亡くなった人たちがテロ組織と関係があるって言ってるけど、ベネズエラ政府は否定しているのだ。ベネズエラのマドゥロ大統領はこれを民間人へのひどい犯罪だと非難し、米国が石油のためにベネズエラを大戦争に引き込もうとしているって言ってるのだ。米国との連絡もめちゃくちゃになってるらしいのだ。また米海軍がベネズエラの漁船を占拠したことについて国連に抗議しているのだ。それにベネズエラの内務大臣は麻薬を積んだボートを押収して DEA のエージェントと名乗る人物を逮捕したのだ。これはベネズエラから麻薬が出たように見せかける偽旗作戦だったって発表してるのだ。米国務省はベネズエラが麻薬の主要な生産中継国だと言ってるけど、ベネズエラ政府は根拠がないって反論しているのだ。国連や米国の DEA の報告書でもベネズエラは主要な生産国じゃないし、米国に流れるコカインの 10% 未満しか経由してないってデータが出てるのだ。フェンタニルも北米で作られてるってことだから、トランプ大統領の言うことと違うのだ。こんな一方的な軍事行動に対して、米国の議員さんたちや中国、ラテンアメリカの国々も違法な殺害だとか国際法に違反してるって心配しているそうなのだ。米国はカリブ海にたくさんの軍隊や艦艇を展開してるけど、平和的解決は難しいのかなのだ。ベネズエラは情熱と豊かな自然の魅力的な国なのだ。でも国際的な圧力や経済的な課題、CITGO の売却などたくさんの困難に直面しているのだね。それでも人々は明るく自国の平和と主権を守ろうと努力しているのだ。この国の未来にズンダモンは引き続き注目していきたいのだ。
ちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。